愛です。バーチャルアーティストによる最新音楽シーンを紹介する新時代の音楽情報番組、バーチャルミュージックゾーン、略して VMZ。 この番組では毎回ゲストアーティストの方をこちらの番組特設スタジオにお招きして、ここでしか聞けないスペシャルなトークとスペシャルなライブを月に1本全6回にわたってお届けしていきます。司会進行は私、キズナアイでお届けしますよ。そして本日発表させていただきました、私キズナアイ初となる4曲入り EP リプライズの発売が決定しました。やったー。 VMG でも実はいつも流れているあの曲ザ・ミラクルのミュージックビデオも公開されたので、ぜひチェックしてみてくださいね。いやー、やっと発表できてよかった。そして今回のゲストですが、なんとバーチャル YouTuber 史上最高の再生回数の記録を持つあのお二人です。お二人の動画はミュージックビデオをはじめ結構よく見るんですが、本当に仲良さそうだなーって感じるんですよね。できたら今日友達になりたいなって思っております。というわけでまずは今月のランキングからいってみましょう。20位から11位です。どうぞ。 Virtual Music Zone。満天の星を照らせよ、まばゆいほどきらめくよ、何もかも忘れるくらいとびきのステージを開ける。もったいない、このままだもったいない、苦しく責任揺らせてきビガビガ、生まれたてのドキドキを響かせよう、最高の時間最高の仲間ときらめきに乗ってなななそのモンスター飛び出したいよ、暴りたいよ、わわわみつ感情はとっとっとろんと心でパクパク、バカ騒ぎを置いてゆかないで、知らない言葉で話さないで、ほんのちょっとだけ思い出を張り触れたトラジティで染め上げないでよ、遥かなる道数をうがつこの花、大しないしないしたいなり雪任せ満たしたらトゥナイトゥナイゆら夢食らう、晴れてるいつか浮かんで宇宙まで見たことないスピードで君も乗せて、私だけ私だけ私だけを見ててよね、好き嫌い好き変わらない愛で貫いて、ゲーム、アニメ、音楽、e カルチャーを愛するファンのための超没入エナジードリンク、デジタルパフォーマンスエナジーゾーン。本日のゲストはせーの、はー姫ひなでーす。姫ひなちゃんです。よろしくお願いします。もう2人とはさ、こうちゃんとお話しするの初めてだよね。そうね、イベントとかは一緒に出たことはあったけど、お話しするのは初めてだよね。いやだから今日はすごい緊張してね、もう緊張してる。ますね。だから来る前にさ、人食べてきたもんね。人食べたか。ほら、姫も人を手に書いて食べたからびっくりしちゃった。全然知らない事実が生まれてるんだね。もうここで殺人公開しちゃうのって思っちゃった。ちょっと放送 NG になるから。やべえよって。人はね、そっか。でも実は私もちょこっと緊張してたの。そうなの？愛ちゃんでも緊張するんだ。そう、2人のやっぱり歌とかライブとか動画でよく見てたから、なんかこうやってちゃんとお話できる場があると、なんか何話そうとかちょっと緊張しちゃった。
でもみんな緊張してたんだね。だね。でもさ、こうお互いバーチャル YouTuber としてこう結構活動してきたじゃないですか。こうなんか戦々恐々とした時代を駆け抜けた、なんかちょっと恥ずかしいんだけど戦友みたいに思ってるんだけど、先生戦友だね。そうだからね、ちょっとこれを理由にお願いがあって、今日から姫ちゃん、ひなちゃんって呼んでもいい？ぜひぜひ呼んでほしいいいの？じゃあさ、姫たちは愛ちゃんって呼んでもいい？呼んでほしい。やったー、姫ちゃん、ひなちゃん。イエーイ。愛ちゃん。嬉しい。私についてこあ、ぜひついていきます。本当に勝手に、実は姫ちゃん、ひなちゃんとかって呼んでたんだけど、あ、嬉しい。なんかこうやってね、認知改めて呼んでいいよっていう会話があるの嬉しいよね。ねえねえねえ、うん愛ちゃんってもう姫たちもいつも呼んでたんだけど、そう愛ちゃん先輩、愛ちゃんさん、愛ちゃん。愛ちゃん先輩とかこう安定しないより。結構ね、なんかみんなこう気を使ってくれるから呼び方難しいよね。なんかこれ決めれてよかったね。嬉しい。でもさ、姫ひなちゃんはさ、こう姫ひなちゃんとかひなちゃん、姫ちゃんって呼ばれること多いけどさ、他になんかニックネームみたいなものってないの？田中とか、鈴木とか。そっか。確かになんかファンの人だとそういう名字呼びが多い気がする。みんな勢いつけて呼んでくるよ。確かに勢いあるね。って呼んでくる。力入ってるね。じゃあライブとかだとやっぱり「田中ー!」とか「鈴木!」って言われることが多い。おいなんかそれでコールみたいになったりしてたよそうだねそうなんだ。なんか独特のこうコール&レスポンスみたいなのないの？なんか、ライブをちょっとだけ数回やった時に、アンコールの時にみんなが「姫ひな」ってやってくれた時すごい嬉しかった。嬉しかったね。田中鈴木呼びなのにそこはそうだ。姫ひなにちゃんとね。してくれるんだ。長いからね、田中鈴木。みんなのテンポがあるでもさ、田中、おい、鈴木、おいとか楽しそうだ。それ今度やるか。なんかやってほしい。ぜひファンの皆様。野球とか始まりそうあ、な。確かに。なんかあれだね、ライブじゃなくて、なんか運動会とかさ、なんかそういう、なんか熱い感じの時、いいかもしれない。燃える時にね。バーチャル運動会だ。そうやりたいな、やりたい運動会。それでは見てくれている人はもちろん知ってると思うけど、一応姫ひなのお二人の紹介をさせてください。お願いします。バーチャルアーティスト姫ひな。2018年3月18日に田中姫さんが先行して YouTube で活動を開始。その後同年5月29日に鈴木ひなさんが合流し、姫ひなとして歌やダンスといった音楽活動を中心にゲーム実況やバラエティ動画など幅広いジャンルの動画を YouTube に投稿中。中でもミュージックビデオの人気が高く、カバー曲「列島上等」は VTuber 動画史上最高の再生回数を記録。姫ひなのファーストオリジナルソング「人型」はテレビアニメ「バーチャルさんは見ている」のエンディングテーマに起用。2019年9月に自身初のワンマンライブ「心を叫べ」を開催。2020年2月28日には全編生バンドライブの田中音楽堂大人ライブ2020 in 東京科学革命園フューチャリング鈴木文学堂を開催。2020年4月15日には全曲オリジナルソングのファーストアルバム愛の花が発売予定と、2020年最も注目されるバーチャルアーティストです。イエーイ。愛ちゃんめちゃくちゃ紹介上手だね。綺麗すぎて聞き嬉しい。いやでもね、姫ひなちゃんの方が上手にできると思うな。いやいやいや、さすが愛ちゃん。実はね、うちの姫こういうのね得意なんだ。だと思った。見たいな姫ちゃん。任せてください。じゃあよろしくお願いします。わかりました。任されたぞ。さあ始まりました。バーチャルミュージックスター。本日のゲストはダダン、姫ひなだー。イエーイ。日々の活動の
YouTube であります。ゲーム実況やバラエティ、企画動画などなど、その全てが配信者配信。あなたの魂を揺さぶるミュージックビデオの勢いは飛ぶ鳥を落とすどころかさらに飛ばす。去年の発案バンバンをはじめ、噛んでない。去年の発案バンをはじめ、先日の全編生バンドライブも最高でした。ありがとう。ありがとう。とにかく大注目のアーティストこれは自分で言っていいものなのか。大丈夫。じゃあ今後も頑張ります。イエーイ。なんか元気に出る紹介だね。元気出た？元気出た。イエーイ。早くていくぞ。私も今度紹介してもらおう。ハリケーン起こしちゃうけど大丈夫？起こしちゃって。本当に頑張って勉強してきます。ハリケーンの勉強。ちょっとオタクになるんだけど、バーチャルさんは見てるのエンディングだった人型が私めちゃくちゃ好きで、ありがとう。ミュージックビデオもかっこよくてさ、何回も見ちゃったんだよね。そんなそれを今日直接言いたかった。嬉しい。ありがとう。見てくれたんだ。ぽやぽやとほっぺたがポコってなってる。なんかさ、いつもの姫ひなちゃんはさ、すごくなんか今日も可愛くてなんか元気いっぱい微笑ましいなって感じなんだけど、本当にミュージックビデオはなんか人型に限らずどれもなんかかっこよかったり、なんか儚い感じだったり、なんかギャップがめちゃくちゃいいよね。嬉しい。ありがとう。まあそう、人型はさ、アニメのエンディングっていうのももちろん初めてだったし、あともうすごいやっぱりエンディングだってすごい責任重大だったんだけど、ね、その工務店のみんなとこう頑張って一生懸命ね作ったんだよね。そう、工務店っていうのはいつもね、ひなたちの活動を支えてくれるね、さあさあ、お手伝いしてくれる人だ。くれる。なるほど。じゃあもうすごく愛のこもったミュージックビデオなんだね。今曲もね、すごいね、かっこよくてね、すぐ好きになってね。それでだから MV 撮影とかもね、すごい楽しかったよね。楽しかった。なんか特にお気に入りのシーンとかある？お気に入りシーン。なんか私はね、やっぱりコマネチするシーンなんだよね。なんかこう座ってかっこよくさ、こう座っててさ、あれでこう言ってさ、なんかここまではかっこいいじゃん。こうみたいな。しかも結構これそうなの。なんかこうそれをコマネチを知らずに見たらきっとかっこよく見えるのかもしれないんだけど、知ってる身からするとなんかコマネチじゃないみたいな、そういう小ネタ入ってるところとかがすごいいいなって思った。そういうのでもさりげなく入れたりとかしてるよね。そうそう。なんか別の曲のなんだ MV の時もこうシュン。さりげなくそれ気づかなかったかも。こっそり隠れコマネチがいるから。でもすごいちゃんとね、見てくれてる。嬉しい。ありがとう。姫たちもね、もう愛ちゃんといっぱい動画見てるよね。見てるよね。それでいつも愛よ。愛。チュメテチュメテ。なんか歌ってみたとかさ、やっぱりでもアイだと二人の雰囲気に合わないかな。いやもうそれはもうなりきって。なりきっちゃう。なんか歌ってほしい。見習って。すごいダサいダンスだよね。どうしよう。盆踊りっぽいね。そのさ、ミュージックビデオもすごい踊ってさ、リアルの人と融合してるのすごいよね。そうなの。めっちゃおしゃれだよね。嬉しい。やっぱりこうみんなとつながりたい、人間のみんなとつながりたいっていうのがあるから、やっぱりバーチャルのみんなももちろん仲良くなりたいし大事なんだけど、こう自分のやっぱりコンセプトてか目標としてるものをちゃんとなんかミュージックビデオとして形にできたのはすごい嬉しかった。見ててすごい笑顔になるよ。嬉しい。可愛い。衣装も可愛いよね。嬉しい。衣装といえばさ、なんか二人もひばりでさ、すごいワンピース白いの着てるじゃない。なんかすごいポニーテールとかもう似合っててめちゃくちゃあれ好きなんだよね。めちゃくちゃ見てくれてる。あと水着になってるやつとかもあるよね。ありがとう。めっちゃ見てる。震えるよ。震える。店の人たちと一緒に髪型とかセットしてもらったりとかしてね、やってめるちゃくちゃいい。そう、おしとやかだった。なんかこう逆にかっこいいとか可愛いとかそういうのイメージあったけど、おしとやかのイメージは全くなかったから、あれで初めて受けた印象でね、すごい新しい姫ひなちゃんをしてギャップがね。ちょっとおしとやかさあるよね。いいな。ひなちゃんは。ありがとうございます。
違う違う違う。姫ちゃんはちょっと残念ながらお一人役様なんでないかな。なんで元気が売りだからね。でも元気は本当になんか実際こうやって会話すると、もう本当になんかひなちゃんからは癒しがすごいもらえるし、なんか姫ちゃんからは元気をもらえるし、なんかほんと2人セットですごいいいコンビだなって思う。嬉しい。もうありのままの我々なんだけど、ありのままだね。ありの言ってもらえると。お、ママの姫ひなちゃんってさ、こう動画でもそうだし、今日お話ししてみても思ったんだけど、本当に仲いいよね。仲良しだね。なんかさ、こう仲良くてもさ、ずっとこう一緒にいたりしたら、まあ、喧嘩までいかなくても方向性の違いとかでちょっとバチバチしたりとかさ、しないの？全然しないの？今までしたことないすごい。なんかやっぱ音楽やってるとさ、こうバンドとかもさ、よく方向性の違いでとかで改ざんとかしたりするじゃん。だからこうなんか二人でやってるからこその楽しさもあるけど、そういうのあったりするのかなって想像しちゃったんだけど、やっぱりもうずっとこのままなんだ。あ、でも待って、最近姫すごくお化けが苦手で、そうホラーゲームとかすごい怖いんだけど、このホラーゲームすごい強いこの鈴木さんがね、いつもねこっそりホラーゲームプラスドッキリを仕掛けてくるの。もうだからね、姫はもう心臓が半分ぐらい出てるよ。ポン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 出てる。そうだからそれがちょっとどうなんですかね。どうなんですかね。どうなんですか。まあ姫のねリアクションが可愛くてさ面白いからついね。そう言われちゃうとねえ、そうちょっとあれだね。なんかちょっとポンポンってなりそうなことがあっても、こうふわっとなるから、今の返しは確かに喧嘩にならないかも。私が今姫ちゃんの立場でも、同じリアクションしてたかも。あ、そう言われたらちょっと許しちゃう。なんか全然オッケーオッケーってなっちゃうよね。確かに。そうで最後も面白かったねみたいな、どうだったみたいなお話ししてるときに、まあ確かにホラーも悪くないかなってちょっと思っちゃうの。そういう話術とかね、雰囲気がすごいんだ。そうなんだ。なるほど。やっぱりね、こういうなんかひなちゃんみたいにふんわりした人の方が意外とね、こう回してんのよね。回してるのにな。こう手のひらにね、踊ってんのよ、私たちみたいな人は。姫ひなちゃんって、まあ、今もそうだけど、今とか動画の撮影とミュージックビデオとか歌系の撮影でなんか全然違うじゃないですか。それってなんだろうな、自然となんかアーティストモードみたいな感じで切り替わるのか、それともなんか意識してちょっとかっこいい感じでいこうみたいな感じで変えてたりするんですか？なんかまあ普段のなんだろう、姫ひなってもうほんと、まあ、見ての通りこのままそう姫ひななんだけど、それをまあこのまま楽しくゲームで遊んだりとか、いっぱいお話ししてずっといっぱい笑ったりとか、そういうのをもう普通の動画はありのままそのままの動画にしているかな。じゃあ逆に歌系は？歌系どう？歌系の時はそれでなんだろう、本気の時に着る藍色の衣装を着たりとかしてね。あー、やっぱり衣装でちょっと気持ちがパシってなるんだ。切り替えてね。あー、なるほどね。普通になんだろう、オリジナル曲とかかっこいいカバー系以外でも、なんだろうな、いつもの姫ひなちゃんの良さが出てるわちゃっとした歌ってみた系もあるじゃない。あれもやっぱりこう意識変えてやってたりする？あれでもね、全力で思うね。なるほどね。わちゃわちゃしてね。もうなんかやるもの、歌だったりとか、動画の撮影に対してそれぞれ全力で楽しんでると、ああいう形にギャップが生まれるってことなんだ。ちょっと面白いこともしたいなと思ったら、マグマのお風呂に入ったりもしたよ。そっか、もういつもそれぞれに全力で、だからなんかギャップはあるけど、もうそれぞれありのままの姫ひなちゃんなんだね。ありのままだな。たくさんのオリジナルソングを出してると思うんだけど、その中でもそれぞれ姫ちゃん、ひなちゃんでお気に入りの曲ってある？お気に入り。でもやっぱりもう本当に全部大好きだけど、そうだな、今回の発売するアルバムのタイトルにもなってる愛の花っていう曲はもう本当に大好き、大好きな曲で、この間
そうライブをね、その2月にやったんだけど、その時のこのライブで初披露して、したね。そうすっごいみんなわーって盛り上がってくれて、なんかもう余計に大好きになった。あー、そっか。なんか特にその愛の花の中でも聞いてほしい部分ってあったりする？頑張ったところ言っていい？うん。その2番のなんだろうな、ちょっと行ったと2番始まってちょっと行ったところらへんですごい早口で頑張ってる。すごい早口を噛まないように何回も練習した。こうね、2人ってさ、結構ラップっぽい感じの部分とか、早口の曲多いよね。多いね、確かに。確かに。やっぱりそれは並々ならぬ努力が裏であるんですね。もうでもお家でいつもね、練習してるよね。何度も何度も。そう。なんかやっぱ言えるだけはまあもちろん大前提だけど、それをさらにこうかっこよく表現するってリズいうのとか、ムに乗せてね。そうちょっと強く言ってみるとか、ここを伸ばすとかいうのも考えながらやってると、やっぱいっぱい練習したらそうできるようになるから。ひなはね、またアルバムの中になっちゃうんだけど、ひなノリノリの曲しか聴かないのね、普段。聴かないけど、そのアルバムの中にバラードで「マイディア」って曲があって、それでこうゆっくりなんだけどこう月明かりのような、そうすごい綺麗な曲があって、めちゃくちゃいいよね。それで普段もうバラードをあんまり聴かないひなも好きになっちゃうくらい素敵な曲で、もう歌詞もなんかこう「あなたをずっと焦がれるほど待ってたんだ」とかあって、もうこれライブとかで歌ったら絶対泣くだろうなって思うから覚悟を決めてる。なんか私もそのフルは聴けてないんだけど、アルバムのティザーの映像で入ってて、すごいなんか今までの姫ひなちゃんの曲ではなかったような曲で、なんかすごい心にしみるような曲でいいなって思った。もう絶対ダウンロードしようって思ったもん。そんなお私いや、買わせてください。そこはオタク買いたい。そう、買いたいの。いいなって思ったものには貢ぎたいじゃん。それではそろそろスタジオライブのお時間となってきました。今回歌っていただく曲は何でしょうか？本日は琥珀の体。そしてひばりのスペシャルメドレーです。どうぞ。 土箱にが眠りにつく徘徊に裸足でこそ鳥探し人はすでにはいまいましたか、それとも知ったですか？ Let's go, let's go, daddy for it. Let's go down to be under. Let's go, let's go, daddy for it. 埋め立ててよ傷口は深い。さよならだ、それもまた幸せだろう。口でうちも笑っていた。身をほどきまたお願いとあの時に言っただよ。ティキタンツンティンタンタン Give me すぐ left side it's my 愛したりないなら隠れようで琥珀の体も二人の使いも失う不安で怖かったんだ。ギリギリなんだいつだってだからラブラブラブになるのかな。失えば生きがいがなくなるな。レッスンデートなんだよ。いっそこのゲームになってても僕が僕であるため、君の中に存在し続けるため、それがこの世に生まれ落ちてすがる居場所なんだよ。そして恋に落ちて愛にまみれ愛を失うのだろう。捧げる歌がある時だよ。 Hey Radio Solos 日が行く前に祈ってよ。二人の体と心が一つに溶け合い未来へと
届くようにと君好きな二人スマイルを僕たちの愛を永遠に琥珀の世界の真ん中で膝を抱えて自由を叫んでた好きに生きなっていたってわからないよ教えてよ縛ってよ暗闇の銃より鎖に繋がれた光でいいんだ君好きな二人スマイルを愛したりないなら隠れようで琥珀の体も二人の絆も失う不安で壊れてしまったギリギリの第一差点だからなるなるなるになるんだろう息してよラバーひらひら葉を続き夜明けが見たいって叫んだ空ふらふら晴れた風の種類も深く深く耐えて目指す地の地へ光る光照らす新星のように高く高く前ひばり鳥のマダムたちが世界を愛して壊しました誰のもの我のもの邪魔者は愛したなんとかなんとか言ってたってエゴに掴まれて拒めないんだまだ足りないもの足りない死にたくない機械仕掛けの振った声で大人たちが言う一人もりワンポンラウ二人だよシンドローム愛してるわもうやめてよどこのでも少
続いてはバーチャルミュージックランキング10位から1位の発表です。どうぞ。溶けない愛がまた音に変わってゆく花曇る季節にまた私は間違ってさまよっていつ伝えるなんて言えなかった星が二と伸ばす僕はもうずっと君の行方を探してた叫べジャンプ全力でその声枯れるまで足りないジャンプ全身で狂ったノイズかき消して Hold me down and singing I don't know you feel a midnight 気まぐれのメイドさ生えたとこ笹生えたとこ世界平和って知ってるか好きなことして圧倒的存在感恐れあがめた気持ちで信じるものは救われる泣くこのメロメロパラダイス今日からあなたのデビルル今日おきれファボレ高評価ありがとうございました。もうめちゃくちゃやっぱりかっこよかった嬉しい、ありがとう。もうね、マニアックかもしれないんだけど、一番好きポイントは曲のつなぎのそこのそこがねすごい好きでした。恥ずかしい恥ずかしいの。いやー、ちょっとカッコつけた。かっこつけたいやもうかっこめちゃくちゃついてた。もうバッチリ。よかった。緊張してたからでも全然緊張でも伝わってこなかったからさすがプロだよ。そんな。よかったそして素敵な歌を披露してくれたお二人のファーストアルバム「愛の花」が絶賛予約受付中です。はい、そうなんです。そうなんですもうみんな、ぜひぜひチェックしてみてください。そうだ、これね、アマゾンで、そう、ランキング1位に、なんと、なりました。すごーい。ありがとうございます。本当に。感謝の嵐。感謝の嵐。店舗特典とかもいろいろあるのでチェックしてみてください。私もチェック店舗特典バーチャルはもらえないんです。バーチャル店舗特典だ。特典な。でも私はもう二人とお話できたから特典もらえたみたいなもんか。これでいいの？直接渡すなんか、持ってく。でもこれがね動画に残ることがもうプレゼントなので。イエーイ。嬉しい。優しいよ。いやもう本当に2人のファーストアルバム要チェックですね。でもどの曲もとっても素敵だと思うんですが、特になんか全体通してのおすすめポイントありますか？そうだな、やっぱり今まで結構そのかっこいいロックとか、そういう感じの曲調が多かったかもしれないんだけど、今回はもうさっき言った「マイディア」とかみたいなすごいバラードな曲からめちゃくちゃ激しい人型ロックっていうもう名前ついちゃうぐらいロックの曲まで幅広くたくさんのジャンルを歌い分けてるから、その声の違いとか、そういうとこいっぱい聞いてもらえたらなって思ってます。あとキャッチコピーが愛をあげるなのでね、もうたくさんの愛を感じてほしいですね。愛もあ、愛ちゃんだけに？愛だけに私も絶対全部ダウンロードします。お渡しします。私いやあげる。水が出た
ひなのお二人にお越しいただきました。姫ちゃん、ひなちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったの。イエーイ。姫ひなさんのファーストアルバム「愛の花」ぜひチェックしてみてくださいね。それでは最後は姫ひなちゃんたちのいつもの挨拶で締めさせてもらってもよろしいでしょうか。もちろんみんなでやろう。それではごきげんよう。バイバイ。バイバイ。 Virtual Music Zone.